天地はどうも、天地屋です。今回もカレーを連れにやってきました。今日の天地屋さんはちょっと気合が入っています。気合が入りすぎて前の日はなかなか寝れませんでした。というのも東京から先輩が遊びに来ていて、そんなに釣れるんだったら俺も釣りたいというもんですから、これは釣らせるしかないでしょうと張り切っていたんです。せっかく遠くから来てるので1匹ぐらい釣っていい気分で帰ってもらいたいものです。前回とは違う場所ですが、ここも実績があるポイントで、かつてはとんでもないゲストが釣れたところでもあります。これは数年前の映像ですね。立派な水ダコが釣れました。3キロぐらいありましたね。これ先輩の釣りの経験は小学校中学校の頃よくやってたそうです。防波堤から投げ釣りをしていたそうなので、釣りの基本っていうのは分かってるかなというレベルです。この日の水温は8度、先週と変わりませんが、ここ数日は強風と低温で状況がどう変化しているかちょっと読めない状況です。仕掛けを投入してみましたが、先週より潮が早く仕掛けが安定しません。遠投したところにいいところがありましたが、先輩はそこまで飛ばせないので根がかりしてしまいます。ゴミ拾いをすると釣れるというジンクスがあるので、その辺に落ちている P ラインとかを拾ってみました。高切れして頭に来るのはわかるんですが、こういうのは持って帰ってほしいですね。ジンクスといえば釣りに行く前に掃除するとか、茶碗洗うとか、釣れなかったら便所掃除するとか、そういう掃除系のものってよく聞きません？この動画をご覧のあなた、これが効くっていうジンクスがあればコメントで教えてください。結構私はそういうのを信じるタイプなんですね。1時間ほど釣りをしましたが、全く反応がなかったので、潮止まりのタイミングを見計らって移動しました。風向き的には向かい風になるんですが、先週釣れた実績がある場所に来たので期待ができます。仕掛けは先週と同じ誘導式の2本針を使います。超過優先のために針は12号と小さいものを選びました。これにですね、針1本に対して青い染めを2本つける2本掛けをします。でまた潮の流れが速いので、重りはまた三角のものを使うことにしました。仕掛けを投入して、潮止まりから少し潮が動いた時間にですね、ちょっと竿に反応があったみたいですね。どうしてもやっぱり昼前ぐらいが、今の潮回りだといいみたいですね。でちょっと聞いてみたら、乗ってたみたいですね。先週この竿にはですね、すごくぶっとい P を巻いてたんですが、今回は遠投用にですね、細いのをちゃんと巻いてきました。で自分がですね釣ってる姿っていうのはなかなか見る機会がなくてですね、先輩と来て、動画を撮ってもらってですね、こんな感じになったんですけども、非常にありがたいですね。動画がはかどります。このぐらい長いロッドになると股に挟んで釣ればいいんですけども、ルアーの癖が抜けないんでしょうね。さあ魚見えましたよ。でここの浅瀬がやばいです。おっと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 抜けましたが、はい、見事にキャッチですね。大きさは20、40、40を軽く超えてますね。手前やばいね。いやー、立派なマコガレーです。綺麗ですね。で間髪入れずにですね、もう1枚来ましたね。今度は浅瀬をちょっと意識して巻いてますよ。どうしてもここの地形的にですね、浅瀬のところが駆け上がりで
なんてでしょうかね、海藻とかですね、岩があるので、そこに引っかかるとバレてしまうんですね、さっきみたいに。今度は大丈夫でしょう。さあ、上がりますよ。はい、今回はきっちり飲ませて取ることができましたね。今回も量 OK です。いやー、いいですね。いいカレーです。いいサイズだね。これも実は先週うちに帰ってから針外しを探したんですけども、これ飲んでる。結局見つけられなかったんですよね。そう飲んでる感じ。まあなので今回針外しを作ってきました。はい。といっても割り箸をですね、テープで巻いただけのものなんですけども、これがですね結構優秀なんですよ。こんな感じで突っ込んで針に入れて押すだけで取れちゃうと。取れます。便利ですよこれ。これもやはりですねまた40 40超えて40ですね。ちょうど40ぐらいですか。立派なカレーです。ありがとう。ありがとうございます。だいたいどこにカレーがいるのか分かってきたので、先輩にはそこに投げてもらうことにしました。ただちょっと塩が早かったので、三角の重りではなくてですね、スパイク付きの重りにしました。投入して数分後、ちょっとですね食い込むような当たりがあったんですよ。で先輩すぐこう合わせたがってたんですが、ちょっと待てと、少し飲ましてからあと30秒待ってって言って少し待ってもらったんですよね。多分ね先輩その時間はねすごく長く感じたんじゃないかなと思います。でですね、実際合わせてみるともう外れることもなくですね、こう上がってきたと感じですよ。このね結構な距離をこうああいう大きなカレーをこう巻いてくるっていうのはなかなかスリリングなものがありますね。初めはねあんまり引かないんですけども、手前の方からもうゴンゴンっていうか、なんて言うんでしょうかね、こう体をひねるような動きをするので、カレーの引きっていうのは結構面白いですね。はい、上がってきました。でかいですよね。もしかしてこれ今日一番の大きさじゃないでしょうか。いやー素晴らしいっていうか、ちょっと羨ましいというか悔しいですね。でも初めてこんなでかいカレー釣ったって言ってましたから、よかったですよ。おめでとうございます。で記念に写真撮ったりでですね、あと魚の方はさばいて持たせてあげたら、次の日にですね煮付けの写真が送られてきましたね。いや嬉しかったんでしょうね。ほんと僕も嬉しいですよ。今日もいい釣りいい魚でした。じゃあ釣りって本当に良いもんですね。じゃあまた来週。すいませんタイトルを回収するのを忘れてましたね。で結論なんですが、初心者でも大きなマコガレイを釣るにはその釣り場で実績がある人に釣らせてもらう、これです。釣りに限らず何でもそうなんですが、結局のところ知ってる人に聞くのが一番早いです。特に釣りみたいに自然を相手にするっていうものは特にそうだと思いますね。その場その場にあった釣り方っていうのは、お父ちゃんとか親戚のおじちゃんとかね、あと友達からとか先輩からとか、はたまた釣り場にいるおじいちゃんとか、そういったですねアナログな絆を通して受け継がれていくものだと私は感じています。でもね、そんな知り合いないよというこの動画をご覧のあなた、そうあなたです。もし質問があったらコメントください。場所以外だったら分かる範囲でお答えします。といっても私もただの素人のおっさんですからね、大したことは教えられません。そうコメント書くときにはちょっとタメ口だけはちょっとやめてください。泣いちゃいます私も。そういうのには答えません。その辺は大人の対応でお願いします。ということで今日もいい釣りいい魚でした。いや釣りって本当にいいもんですね。じゃあまた来週。